はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはダブルベルの TTI タイプサンドバイパー CO2 ガスブローバッグになります。こちら実銃はですね、TTI タランタクティカルイノベーションがカスタムメイドした銃になります。映画ジョン・ウィック4でピットバイパーがかなり今人気だと思うんですけれども、そのピットバイパーのベースになった銃のようです。私はですね、アーミーアーマメント製のですねサンドバイパーが発売された時に、その色合いやですねコンペンセーターの形状など非常にですね興味を惹かれたんですけれども、購入は諦めていました。今回ダブルベルさんからスライド樹脂製のサンドバイパーが発売されたということで、あと刻印も充実しているという話と、いくつかバリエーションがあるんですが、動力源がCO2 バージョンのものもあって、一部値引きもあったので、購入してしまいました。とにかくですね見た目に惚れ込んだので、いろいろ細部含めて見ていきたいと思っています。またCO2 の撃ち味もですね、他の CO2 の銃と比較してどんな感じなのかも確認したいと思います。最初にちょっと言っておきますけれども、今回この銃ちょっといろいろ問題があったので、動画としては非常に長めになる点ご容赦ください。手にした印象ですけれども、まず感じたのは重量がやっぱりあることですね。これ約 1.1 キロあります。今までのハンドガンの中で一番重く感じたんじゃないかなというふうに思いました。あと見た目ですね、これはやっぱり非常にかっこいいというのがあります。ただ色合いはですね、私がイメージしたよりも、赤みが強いブロンズ色かなと感じました。ちょっと今これ私いろいろ色はですね加工してしまってますけれども、もともとは結構赤いブロンズ色だと思います。あとスライド先端のコンペンセーターですね、こちらが HK45 に似た、この斜めのカットっていうんですかね、これも非常に印象的です。あと今回各種刻印が多いのもいい点だと思いました。とにかく見た目のかっこよさが第一印象ですかね。はい、それでは各部見ていきたいと思います。先端はコンペンセーターが装着されています。口径は 9mm で、この上部ですね、こちらが大きく開口されています。あと先ほども言いましたが、こちらですね、この斜めにカットされている形が私は非常に好きです。この形状は非常にかっこいいですね。あとこちらはですね、金属製でアウターバレルにですね固定されているタイプになります。スライド上部にはですねサイトがないんですね。これで後ろも同じで、このドットサイト等を載せるですねオプティクスレディ仕様になります。でスライドは樹脂製になります。スライド前方のですねこの上部とですね、あと横ですね、これ左右ありますけれども、こちらにポートが開いております。左側の刻印はこの通りです。実銃はですね白っぽい色の刻印だと思うんですけれども、こちらも雰囲気は悪くはありません。ただちょっと塗装しちゃったんで分かりづらいかもしれないんですけれども、もともと結構塗装なのか油状なのかちょっとよく分かんないですけれども、表面加工は個体差かもしれませんけれども、あんまりよくありませんでした。スライドにはですねセレーションがですねこの前部とですねこちらの後部にですね、入っています。こちら斜めに入っているのも結構かっこいいですよね。フレーム下部にはですね独特なアンダーレイルがあります。こちらですね、ただスライドするタイプのライトですね。例えばこのシュアファイアの X300 の、レプリカですけど、こうやってスライドさせるやつがですね入らないんですよね。あとこちらも丸いの CQ フラッシュですけれども、同じように前方から入らないんですよね。なのでこれは X400 のレプリカみたいなんですけど、こうやって挟み込む、こういうタイプなら装着は可能になります。フレーム下部にもですねこのような刻印が入っています。こ
こちら真ん中にですねモデルピットバイパーという刻印が入っています。トリガーガード前方にはですね滑り止めのチェッカリング加工が施されています。トリガーはですね3ホールタイプで、こちら樹脂製になります。トリガーストップスクリューですね、こちらもありまして、このネジは稼働します。マガジンリリースボタンは左側にあります。こちらワイド化されていて、はい、スチール製になります。スライドストップレバーは左側のみになります。グリップは実銃はステップリング加工がされているんですけれども、CO2 バージョンはもともとこのようにですねされていないものになります。フロンモデルの一部にはもともと加工されているモデルもあるようです。私はですね自分でちょっと今回初めてステップリング加工をしてみました。大型化されたマグウェールも特徴ですね。こちらにはTTI の刻印も入っています。ガバメントと同様にですねグリップセーフティーと大きなビーバーテールがついています。セーフティーはですねコック&ロックタイプで、こちら左右にあるアンビタイプになります。ハンマーは肉抜きされた形状ですけれども、こちらはスチール製ではありません。スライド上部にはですね付属のマウントレールに換装できます。もう私こちら、換装しちゃってますけれども、こちら金属製ですけれどもスチールではありません。もともとはですねこちらのパーツが装着されています。今回ですねあまり高さをちょっと出したくなかったので今回グレイスオプティクスのですね M1 タイプのドットサイトを載せています。やはりこのレールマウントだとこのパララックスっていうんですかね、非常に大きくて、私の部屋打ちの近距離だとちょっとゼロインは難しかったですね。マウントの後方にですねビニールテープ等でちょっと高さを出してですね最終的には対応しています。あとこれ調整のネジがあるんですけれども、結構ちょっとゆるゆるなのも気になりました。チャンバーのですね前方っていうんですかね、ここら辺にですね実銃だとTTI のロゴが入っているんですけれども、残念ながらこちらには入っていません。右側の刻印はこの通りになります。色合いは実銃と違う部分もありますが、刻印は結構しっかり入っています。マガジンはですね CO2 形式になります。マガジンバンパーの底部にはですねTTI の刻印も入っています。こちら CO2 バージョンなのでマガジンバンパーのここですね、ここに小さな芋ネジがあって、これを緩めるとこのピンが抜けてマガジンバンパーが外れるようになっています。そうするとですねこちらの底部に蓋があって、そちらから CO2 ボンベを挿入できます。答えてたかもしれないですがボルトを閉めるとですねかなりの量のガスが漏れました。途中で止まるんですけれども、その状態で実写するとですね50発ぐらいしか撃てなかったんですね。多分ですね CO2 カートリッジを受け止めるガスケットですかね、こっちがおかしいのかなと思って、ちょっととりあえずですバトンさんのですねCO2 カートリッジホルダーガスケット、こちらを購入して交換しました。まずですね長めの先端の幅が大きいマイナスドライバーでカートリッジホルダーを取り出すんですね。でカートリッジのホルダーの中のガスケットの部分を取り出すんですけれども、これが全然取れなくてですね、最終的にはピンバイスとかで削って取り出したというかですねもう壊したという感じですね。でこちら残骸の写真になります。その後一応クリーナーできれいにした後グリスアップした新しいガスケットを装着したんですけれども、だいぶ改善したかなというふうには思います。実車で90発前後ですかね。少ない時もたまにあったりするのでちょっと安定はしていないんですね。よく考えればですね新しいガスケットやドライバー、そういうようなものを購入したので、初期不良扱いしてもらえるか分かりませんけれども、交換とかいう形も取れたのかもしれないですね。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。
こちらガバメンと同じですね。スライドを引いてですね、このスライドストップレバーをここに合わせてですね、抜くとですね、この通りスライドとですね、あとフレーム、こちらは分解できます。こちらスライドと一緒にですね、コンペンセーターも外せます。でこれリコイルスプリング取るのがですね、このプラグですね、こちらを一回引き下げてですね、この状態にしてから引き抜く形になります。はい、そうするとですね、アウトアバレル一式がコンペンセーターと一緒にですね、はい、前方から取り出せます。はい、こちらがアウトアバレル一式になります。コンペンセーターとですね、一式になってるタイプですね。多分ですね、このネジを外すとアウターバレルとインナーバレルが、分解できるんだと思います。アウターバレルはこれ金属製になりますね。非常に重量があって、この金属製のおかげかスライド操作時の金属音は非常にいいと思います。あとこちらチャンバーには 9mm の刻印も入っています。はい、こちらリコイルスプリングになります。こちらガイドも金属製になりますね。はい、こちらスライドになります。スライドは樹脂製ですけれども、マウントに金属があるので、重量は非常に感じますね。あとですね、マウントですけれど、ちょっとこちら見づらいですが、ここネジが本当は黒いネジなんですけれど、ネジ穴がですね、これ実写していくうちにですね、もうちょっと壊れてしまいました。とりあえずですね、エポキシパテでネジ穴を埋めてですね、おおよそのネジ穴を掘ってですね、瞬間接着剤で固めた後ですね、ネジがですね、もともとあるやつちょっと短いので少し長めのネジにちょっと変えました。ただそれだけではですね、このようにですね、マウントのレールの全部が浮き上がってきてしまったんですね。なので前方にちょっとブルタックで摩擦を増やして、上からエポキシパテで一度ちょっと成形しました。あと平面部分はですね、今後取り外しを考えてちょっと迷ったんですけれども、瞬間接着剤で固定をしました。しかしですね、このやり方で、50発も打たないうちにですね、同じようにまたマウントレールが浮き上がってしまったんですね。ちょっと再度ですね、エポキシパテの部分をちょっと増加して接着剤もちょっと別のものに変更してですね、ドットサイトを載せられるように成形した状態で今、こんな風に乗っけていますけれども、今後実写してみますけれども、多分ですね、結果同じになるんじゃないかなというふうにちょっと思われます。完全に解決するにはやっぱりマウントレールの前方をネジ穴開けてですね、固定するしかないんですけれども、このマウントレールの下の部分ですね、ベースがですね、もうシリンダーが見えてるので、シリンダー穴を開けるわけにはいかないので、ちょっとそのやり方厳しいのかなというふうに今は思っています。こちらスライドストップの部分なんですが、スライドストップはですね、スライドのこちら直接スライドにかかるみたいなので、ただこれ削れ防止策とかないんですね。なので最初1000発も打っていない状態でスライドストップがかからなくなりました。対策としてですね、まずピンバイスで2箇所ほど 1mm の穴を開けて、スライドの前方にもですね、ちょっと 1mm の溝を掘ってですね、こんな感じで加工したクリップをですね、まずここの中につけました。なんとなく見えますかね、ここにあるのが。その後ですね、エポキシパテでですね、上からちょっと成形して、最後にヤスリで塗装という形で仕上げたんですね。ちょっと場所がですね、ただちょっと奥まったところにつけすぎたのか、スライドのこの外側っていうんですかね、ここの部分が結構ちょっともう剥がれてきてしまって、内側のさっきの金属の加工した部分がちょっと見えてきちゃってるんですね。なのでこれまたスライドストップがかからなくなったらですね、もう一本外側にですね、同様のクリップのですね加工をですね行って再度処置したいなというふうに思っています。今のところですね、スライドストップは
かかるようになっています。こちら機関部になりますけれども、機関部はですねスチールパーツはないと思われますね。ちょっと CO2 のエンジンなので耐久性は不安になりますね。全体の感想になりますけれども、 CO2 が動力源でまた重量感のある本体と相まってですね、かなりリコイルは強く感じました。コンペンセーターのですね形状や、あと各種しっかりした刻印とかですね、斜めのセレーションなどですね、見た目も非常にいいと思います。スライドの見た目はですね、初めは結構、メタルスライドかなと思うくらいの色合いでありました。私は実銃の写真をベースに艶消しと、あと光沢をトップコートでちょっと塗り分けてみたんですね。分かりますかね。こういうとことかですね、あとこういうここの部分とかは光沢にしてるんですけど、他のとこはちょっと艶消しにしたりしてます。こういった部分は光沢にしてるんですね。あとですね、使用感を出すために一部ウェザリング塗装は、しています。ただ結構マスキング一生懸命やって苦労した割にはですね、見た目の通りですね、あまり違いが出なかったんですね。なので、もし実銃の色合いに近づけるんであれば、もう色を分けるしかないかなというふうに今思っています。最初に言った通りですね、今回ダブルベルのこのエアガン、かなり要望と不満は私なりに持っています。まずですね、グリップですね。あるバージョンは行われてますけど、全部やっぱステップリング加工していただきたかったですね。あとスライドの表面処理、これがちょっと雑だと思うんですね。これは改良してもらいたいと思っています。色合いについてはですね、実銃だとなんかツートみたいな結構色分けがされてますが、できればこれは表現していただきたかったですね。これは要望になります。あとレール形式のマウントが付属されていますけれども、最近のですねオプティクスレディでは、レールじゃなくてですね、マウントがフットプリントって言い方もしますけれど、直接光学機器を載せる形状が主流だと思うんですよね。アーミーアーマメント製はですね、スチール製のフットプリントが入っていて、これにより高さを抑えられてパララックスも抑えられると思うんですよね。どうしても今回のようなレール形式だと、高さが出てしまってですね、非常に調整が難しくて、部屋打ちの私にとっては非常に厳しい状況でした。アーミーアーマメント製のですねスチール製のフットプリント、これネジの装着位置が似てるので、もしかしたら装着できるんじゃないかなというふうにも思っています。ちょっと秋葉原の店でいろいろ聞いて探したんですけれども、もちろん別売りちょっとしてなくてですね、今後ちょっと探していきたいなと思っています。あとここからはもう不満ですけれども、先ほど言った通りCO2 のボンベを挿入するとですね、結構な量のガス漏れが発生します。これ個体差かもしれないんですけれども、ちょっと同じ症状がある方はコメントぜひいただきたいですね。でこの漏れ具合は、販売店事前確認できるのか分かんないですけれども、OK なレベルなんですかね。ちょっと疑問にも感じています。あとフレーム下部のレールですけれども、これなんだか知らないスライド形式のものは入らないんですね。これはぜひ入るようにしてもらいたいです。ちょっと気になるのは全体的にスチールパーツもちょっと少ないので、実車の耐久性もちょっと不安になります。あとですね、やっぱスライドストップ、これはほんとすぐにかけてしまってですね、スライドストップがかからなくなったので、最近のエアガンはですね、この補強パーツっていうのはもう当たり前の世界になってるんじゃないかなというふうに私は思うんですね。ダブルベルとはいえですね、激安のエアガンではないので、ぜひこれは改善してもらいたいなというふうに思いますね。あとマウントレールのネジ穴やですね、これ構造自体もですね、CO2 のリコイルに耐えられるものではないんじゃないかなってちょっと思ってしまいました。耐久セットクリアされてるんだと思うんですけれども、ちょっと厳しいかなと今思っています。欲しかったサンドバイパーのですね樹脂スライド版が発売されたこと自体は非常に嬉しく思っています。コンペンセーターやですねセレーションの形状とかですね、あと刻印の多い見た目などですね、
あとサンドペーパー独特のこの色合いですね。あと、CO2 版ということの打ち味、ここら辺は非常に私は気に入ってはいます。あと樹脂ケースに入ってくるのは嬉しいですね。中身はですね、ジョン・ウィックでおなじみのカードやメダルですね、こちらが入っています。これサンドバイパーにもジョン・ウィックのやつ入ってるんですね。逆にですね、今回いろいろ改良や修繕を行ったので、愛着も湧いてきましたが、あまりにもですね、初期不良的な要素がですね多くてですね、正直言って初心者の方には全くお勧めしませんし、私自身もこれ以上の改善はですねちょっと、意欲もなくなりつつあってですね、ちょっと厳しい感じがします。バトンさんからですねサンドバイパーが今後発売されるようですが、いろんなメーカーから発売されるのは嬉しいことかなというふうに思いますね。グリップすでに私の方で加工しましたけれども、今後マウントが変えられるかとかですね、あと表面の色合いとかですね、もっと実銃に近づけられないかなとか、見た目を中心に加工していこうかなと今では思っています。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。